私たちができることをコツコツしていきながら元の森に戻していくという取り組みを今始めているところです。本田哲也と申します。マルクル株式会社代表取締役です。事業内容としましてはオリジナル香辛料味の助というのを作っております。それをベースにお弁当であったりお惣菜、そういった商品開発をし、農産物直売所コスモス広場利用組合に納めております。会社を立ち上げる前は大学を卒業しましてすぐ個人事業主としていろんな商品を仕入れてですね、代理店みたいな販売活動をしてました。料理に興味があったとか食品に興味があったっていうのはないんですけど、農産物直売所の魅力に惹かれてですね、じゃあここで何か商売ができないかというところからオンリーワンの商品を作りたいというところでオリジナルブレンドの味の助という香辛料を作りました。そこからお弁当であったり惣菜であったりいろんな商品を開発していきながら現在に至ってます。味の助はですね、国産にこだわるというところから熊本県天草産の塩ですね、それと熊本県産のガーリックパウダー、それとブラックペッパーホワイトペッパーも削り方を変えてます。ブラックペッパーは粗めに、ホワイトペッパーは細分化した、そういった削り方であったり味のバランスの調整、それと増量剤を一切使わないというところが大きなこだわりです。ベースのやつも当然売れてはいくんですけど、今味の助のレモンというのがですね、結構お客様から評価をいただいております。それまで全く環境に興味があるとか放置栗の問題に興味があるとかそういったことは全くなかったんですけど、異業種交流会の中で出会ったある社長からですね、自分の企業は今社会問題になっている放置竹林問題に取り組んでるんだというお話をいただきまして、古河市ではどうなのかなというところから深掘りしていきましたら、やはり同じように古河市にも放置竹林問題があったというところですね。昔はですね、タケノコ農家が非常に多かったんですけど、昭和50年ぐらいを境にですね、輸入タケノコが増えてきました。それと竹素材からプラスチック製品に変わっていくという生活様式に変わっていったんですね。そこで竹の需要が極端に下がり、タケノコ農家が竹林にですね入る理由がなくなったんですね。それで放置竹林というところで問題が起こってるんですけど、古河市もそういう問題を今抱えているのが現状です。小さな力ではあるんですけど、我々が先頭を立ってですね、竹林整備をやってみようというところから今火曜日の竹林隊というボランティア団体を作って、2023年の1月からですね、毎週火曜日の11時から14時、これを一つの決まりごとにして、今放置された竹をですね間伐していったり、すでに枯れて折れた竹を整理したり、間伐した竹を燃やしたりですね、そういった整備活動を始めているところです。火曜日の竹林隊始めた当初はですね、有志5名で始めていきました。見よう見まねで当然やりますので、竹の切り方であったりそういったものというのはもう本当試行錯誤でやってきました。どういうふうに処理をしたらいいのかというのも当然分かりませんし、もう YouTube が先生で頑張ってきたところがあります。ありがたいことにですね、メンバーが今25名ほど集まっています。私たちお金を出してアルバイトをしてもらうというところではなく、我々の考え方に共感してくれた人たちをですね、ボランティアという形で今活動させてもらっています。自由にやってくださいというのがいい面悪い面でもあるというところはあります。活動してほしい時に活動できない、それはやっぱりボランティアだからなかなか拘束することはできないので、その辺が一番大変だなというところですかね。糸島の日高さんと言われる方がですね、純国産メンマプロジェクトという若い竹ですね、その幼竹を利用してメンマを作って、それを食べていただくことで放置竹林の環境問題を解決しようという取り組みをされてました。私たちも縁ありまして、その日高さんとお話しすることができまして、そこからヒントを得てですね、私たちも同じような形でその幼竹を利用してメンマを作るという取り組みを今始めているところです。たまたま私は食品関係の仕事をずっと携わってましたんで、同じような商品じゃなくてやっぱりオンリーワンの商品を作りたいというところからですね、いろいろ試行錯誤したところはあります。で、メンマというのはですね、もともと発酵食品になるんですね。独特の発酵臭
がありますので苦手って言われる方もいらっしゃるんですけど、私たちの熊竹という名前で作ってますけど、発酵することをしてません。で、種類としてはタケノコで一番美味しいと言われる孟宗竹を使ってます。特徴としましては他の竹に比べて肉厚でですね、非常に食感がいいというところになります。冷凍のメンマを作ったんですけど、どうしても物流関係で冷凍というところはですね、難しい問題にぶち当たりまして、常温の商品を作りたいというところから新たな試行錯誤を始めました。私も商工会の理事をやってますので、商工会にご相談したところですね、工業団地のレトルト商品を作る会社の日照さんという製造部長を紹介していただきまして、そこからですねやり取りを始めて、今年は念願のですね常温商品を作ることができています。ただまだまだ知名度が低いからですね、なかなか販売に今試行錯誤しているところが現状です。商品を作るのにはですね、資金が必要になるかと思います。火曜日の竹林隊というそのボランティアの力を借りてですね、幼竹をですね切る作業、あるいは茹でる作業、あるいは保存する作業ですね、そういった作業まではですね本当にお金がかからずにできてますので、そこまでは資金がゼロになってます。製造する時にですね、当然日照さんは加工していただきますので、そこの加工賃っていうのはいりますけど、その分はですね今販売しているその収入で賄うことができてます。メンマの活用方法はもう当然いろいろあるんですけど、そのまま食べてもらうのもいいし、今一番いいなというふうに思っているのはですね、豚肉に大葉をひいて、でそれにメンマを乗せてぐるっと巻いて、でうちの味の助をパラッと振ってですねフライパンで焼くと、これが一押しのメニューです。できればですね、タケノコの里古賀を目指しながら、冗談みたいで言ってますけど、そういった一つの古賀の特徴ある商品という形でですね売り出していければいいかなというふうに感じてます。このペースでやっても放竹林の問題は解決しないなっていうところはあります。じゃあそれをやっぱりどうしていくのか、本格的にですね、制御というかボランティアだけではなかなかまかないところがあるのかなというところは今考えています。出口戦略の中でですね、メンマそういったものはどんどんですね増やしていきたいなというふうに思います。成長しきった竹、あるいは枯れた竹、折れた竹、そういったものを処理していかなければ本来の意味の放竹林整備にはならないというふうに思っています。で今考えてますのは、そういったものを、いわゆるバイオ炭という炭にしまして、バイオ炭をですね農地にまくことによって CO2 を削減できる、 CO2 を固定できる農地ということで国が認定するシステムが今あります。そういう認定された農地で作る作物をですねブランディングして、例えば古賀であったら今スイートコーンっていうのが有名になってきてるんですけど、そういう農地で作ることによって付加価値をつけて販売することによって農業者の農業所得が上がっていく。そしたら若い人たちに農業に携わっていこうという夢や希望を与えていく、そういったところが今取り組みとして頑張っていきたいなというふうに思ってます。モデルとしては一定程度成果が出ているのかなというふうに感じています。竹林問題に取り組んでですね、非常に良かったなというところはですね、大手企業を中心にこの環境保全っていう取り組みというのはもう至るところで進んでます。そういう人たちとですね、本当の意味で竹林問題あるいは環境保全についてお話しする機会をいただいたというのが大きなところかなというふうには感じてます。と同時にですね、定年退職した後何をしていいかわからないと言われることが正直言っていっぱいいらっしゃいます。その方たちがですね、火曜日の竹林隊というボランティア活動に携わっていただくようになって、その方たちともですねつながることによって、いろんなですね今までの社会経験の話であったりですね、来られた方もですね本当に生きがいを感じて今一生懸命やってるっていうお話を聞かせてもらったりですね、火曜日が楽しみでしょうがないというところもいただいてますんで、新しいその形のコミュニティっていうのが今できつつあるのかなというふうには感じています。新宮で生まれ育ってますので非常に愛着があります。ただ古賀で商売をしてもう15年ぐらいになるとは思いますけど、古賀で新しいですね知り合いができ、また新宮とは違うですね考え方をお持ちの方がいっぱいいらっしゃいますので、同じぐらいですね古賀市に対する愛着もあります。たまたま放竹林整備に出会って古賀市の全体的な環境を見た時にですね、非常に今から大変だろうなというふうに感じております。
私たちができることをコツコツしていきながらですね、元の森に戻していく。これは非常に大きなテーマにはなるんですけど、でも思えば叶うというところがですね、非常に感じてるところがあります。自分が思い描くですね、環境保全の問題が少しずつ解決していくことによって、環境に配慮した町、そういった古河市であってほしいな。それをベースにですね、いろんな産業がもっともっとですね、発達していけばいいかなというふうには感じてます。